この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。今日はリスナーさんの質問にお答えしていきます。あまねさん、27歳、女性からの質問です。斉藤先生、はじめまして。私は現在フリーランスでイラストレーターをやっています。まだまだ駆け出しですが、お仕事をいただきながらなんとかやっています。私は個人様からいただく仕事をしながらも、企業様からもたくさんお仕事をいただきたいと思い、画力アップと売り込みのために絵のコンテストに応募したりしています。去年から今までで15回応募して、多い時には7回連続で落ちたりもしつつも、かなりチャレンジされてますね。合計で5回受賞させていただきました。すごい！おめでとうございます。とても嬉しいですし、商品をいただいたら Twitter に写真をアップしたりしています。その成果もあってか、企業様から仕事のご依頼をお声掛けいただくことができました。やりましたね。しかし最近、仲の良い絵描き友達と少し気まずい感じがしてきました。その子もコンテストに数回応募していて、すべて落ちてしまったんです。その子が落ちているのに、私は受賞したりしていて、だんだんその子からいいねやリプライが来ないようになってしまいました。その子以外からも遠い存在になった気がした。などと言われたりしてしまいました。しかし自分自身では自分は何も変わっておらず、仲良くしたいのに相手の態度が変わっていくのが悲しいです。贅沢な悩みかもしれません。でもそれが少し辛いのです。斉藤先生はそういうことはありますか？周りの人の対応が変わって寂しくなることはありますか？そんな時どうやって乗り越えていますか？とのことです。あまねさん、ご質問ありがとうございます。これはですね、もしかしたら世の中に出たいけど出れていない、仕事にまだできていない人からすると雲の上の質問というか、ちょっとね、人によっては嫌な感じに聞こえてしまう質問かもしれませんが、実はですね、すごくあるあるな質問だと思うんですね。それにですね、絵だけじゃないかもしれません。様々な表現にとって表舞台で活躍していこうと思っている人にとって、この問題とは多かれ少なかれ必ず誰もが向き合わなければいけない、そんな問題だと思うんですね。なので今日はそんなあまねさんの質問に真正面からお答えしていきたいと思います。それではもったいぶらずに先に結論言っちゃうんですけど、僕が今のあまねさんにご提案できる解決策、それは一旦疎遠になって OK！です。あまねさんはそのご友人たちと今の段階で無理に仲良くする必要はありません。というかむしろそのまま疎遠になっちゃって全然 OK だと思いますね。何それ？やっぱ斉藤さん冷たいっていうかそれ完全にサイコパスの考え方じゃんって思った人もいるかもしれませんが、いやいや、これにはちゃんとした理由があるんです。あまねさんがそのご友人たちと一旦疎遠になって OK な理由が3つあります。人生は螺旋階段のようなものだから、違う階層にいる人たちからは批判を受けるものだから、新しい出会いがあるからです。順番に解説していきますね。人生は螺旋階段のようなものだから。あまねさんの今の状況は僕自身すごく理解できますし、僕もそういうことはよくありますね。ただ、あまねさんと違って僕はそのことについて特別に寂しいと思ったことはありません。なぜかというと、それが当たり前のことだと思っているからです。以前ですね、絵はどうやって上手くなっていくのかの説明をした時も同じようなことを言ったことがあるんですが、僕はですね、人生って螺旋階段のようなものだなっていうふうに思っているんです。自分自身ではね、日々何一つ変わっていないように思えて、同じ悩みをぐるぐるとただ回っているように感じるんですが、努力し続けているとぐるぐると少しずつ上の方に上がっていって、まるで螺旋階段を登っていくように成長をしていく。人の成長ってそういうものだなっていうふうに思っているんです。で、自分自身はそうやって成長していくものなんですが、これですね、人間関係にも多く影響を及ぼすことがあって、自分自身はこのぐらいのペースで螺旋階段を登っているけど、でも他の人もそのペースで登っているとは限らないじゃないですか。人によってはあまねさんが登っていくペースよりもゆっくり登っていく人もいますし、私は階段なんて登りたくない、ここで楽しくやるわってね、テコでも動かない人、そんな人だっていると思うんです。そうするとですね、当然ですけど人によって螺旋階段の登り具合、階層が違ってきちゃうと思うんですよ。そしてさらに言うと、この階層とこの階層で出会う人たちって全く考え方が違う人たちなんですね。あまねさんは今までこの階層にいたと思うんですが、短期間の間に15回もコンテス
ストに応募して、そして5回も入選を果たすっていう、そういう結果を残して着実に階段を上ってきたわけです。その結果、いつの間にか企業からもお仕事が来る、そういう次の階層に移ってきちゃったわけなんですが、当然今までと階層が違うところに来ちゃったわけですから、今までの階層にいる人たちから見れば、あまねさんは自分たちとは立場や考え方も違ってきちゃったように思えてしまうわけです。あまねさんが遠くに行っちゃったなんてね、周りの人からはそう思われて、そして距離を取る人たちだって出てくると思うんですね。でもこれはある意味当然のことなんです。だってあまねさんは小学生の時に仲良かった友達で、今でも仲良しでおしゃべりする友達っています？いたらダメっていうわけじゃないですよ。ちゃんとね、昔からの関係を大事にしている人って素晴らしいと思うんですけど、僕はですね、これ別に大げさに言うわけじゃないんですけど、一人もそういう人いません。今仲良くしている人って、ここ数年で、いやもっと言うと、ここ1、2年で出会った人たちばかりなんですよ。僕が唯一そういう友達がいるとしたら、韓国人のイラストレーターで S 君っていう人がいるんですが、僕はですね、彼とは大学生からの付き合いで、何かあると彼と話すんですね。その S 君とは、この辺の階層で出会って、で、そっからそのままぐるぐると一緒に登ってきちゃった感があるので、今でも関係が切れずにずっと話してられる。僕にとってはかなり珍しい、貴重な間柄なんです。でも逆に言えば、ずっと同じ階層に入れたみたいなのって、S 君ぐらいじゃないのかなっていう風に思いますね。あとは途中で階層が違ってしまって、疎遠になっていくことの方が多いと思います。でもそれって当然のことだと思いません？だって自分が頑張りたいからといって他の人たちまで無理やり頑張らせて一緒に連れて行くことなんてできませんし、それにね、同じ階層にずっと留まっていたいっていう人たちだって確実にいるじゃないですか。そしてそれは全然悪いことじゃないですよね。だって例えば地元の友達同士でずっと仲良く生活していくような、そういう生き方だって僕は素敵だなっていうふうに思うんですよ。でも僕もおそらくあまねさんもそういうタイプではなかった。ただそれだけのことだと思うんですよね。あまねさんはおそらく今螺旋階段を登っていて、そして階層が上がってしまったので、今までいた階層の人たちとは一旦さよならするタイミングが来たんだと思います。でも別にそれを寂しがる必要はありません。むしろ寂しいからといってずっとこの階層に自分を閉じ込めておくことの方が僕は寂しいことだと思うからです。違う階層にいる人からは批判を受けるものだから。でもね、ここであまねさんはこう思うかもしれません。それはわかるんだけど、でも今まで友達だと思っていた人たちから、なんか遠くに行っちゃったみたいだよね、とか、あまねさん変わっちゃったね、みたいに言われるのすごく嫌なんですよ。わかります。まあ、そういうことを言っている当人たちは別に悪気があって言っているわけじゃないと思うんですが、一時期ね、意識高い系という言葉に代表されるように、努力して上に行こうとする人たちを揶揄するような言葉って流行ったと思うんです。これね、ちょっと悲しいことですが、努力するとそれが批判だったり嫌がらせの言葉に発展しちゃうケースだって中にはあるんですね。例えば僕の話をすると、僕は山形にいた時は今よりもまだまだ意識としては下の階層にいたわけなんですが、それまでは美術部に所属してね、部の人たちと和気あいあいといえば聞こえはいいですが、まあ正直に言うとダラダラとしていたわけです。でもこれじゃやばい、このままだと絵で食っていくなんてできないって途中で気づいて、そして絵の予備校に通って本気で絵の勉強をし始めました。そうすると自分でも知らず知らずのうちに絵に対しての見方が厳しくなってしまって、友人と話す言葉もちょっと変わってきてしまったんですね。つまり友人との階層が知らず知らずのうちに変わってしまったわけなんです。するとね、なんか直樹今まで楽しかったのに急に専門的なことを言うようになってなんか違ってきちゃったよね。なんか怖い。そんな風に距離を取られるようになってしまいました。当然です。だってその階層の人たちは絵を仕事にするなんて考えない。絵は趣味でしょっていう考え方です。その人たちにとっては絵を仕事にするなんてちょっと頭のいかれているような人にしか見えませんから、僕のことが理解できなくなってしまったわけなんですよね。あいつ絵を仕事にしようとしてる。やべ。
アホだろ。なんて思って、この階層の中では当たり前の価値観で。表立っては否定してこないまでも、内心ではね、ちょっと距離を取られてしまうわけです。そんなわけで、僕は今までの友達とは疎遠になってしまいました。で、さらに、そこからプロとして19年、絵描きとしてやってこれたわけですが、でもさらに、ここで僕は、絵だけじゃなくて、言葉とか、顔出しとか、情報発信もして、さらに多くのことをみんなに伝えようとした結果、僕は約2年前、急に YouTuber になりましたよね。ここでも僕は今までとは階層が変わってしまいました。そうするとね、そこでも色々な批判がやってきます。あいつ、絵描きなのに顔出しとかしちゃって恥ずかしくないのかな？絵描きなんだから、絵だけ描いとけよ。そうなんです。絵描きは絵だけ描いておくべきという人たちと、絵描きでも持っているもの全てを使って表現してもいいと思っている僕とでは、ここでも価値観が違ってしまったわけなので、当然そういう人たちは僕から離れていきます。仕方ないですよね。そしてさらに最近の話です。これはですね、別に最近言い始めたことでもないんですが、例えば最近僕は、絵でガンガンお金を稼ぐことっていいことだよっていう発信を実際の金額まで交えてお話ししたりしてましたよね。特に NFT が高額で売れたことによって、そのメッセージが広くみんなに行き届いたということもあるかもしれません。ここでも多くの方と考え方の階層がずれてしまった結果、結構頻繁にこう言われました。なんか最近斉藤さんがお金のこと言うようになった。なんかやだ。そしてその人たちは今僕から離れていっていると思います。でもね、しょうがないんです。いやだって僕は僕の信念に基づいて行動したり発信していたりして、これはその結果のことなんです。ちょっと脇道にそれるかもしれませんが、僕はですね、お金を稼ぐってすっごく素敵なことだと思うんです。だってお金を超稼げるようになれば、自分の制作環境やツールにたくさん投資できるようになりますから、仕事のクオリティだってどんどん上がって、世の中にもっともっと質の高い表現を送り出していくことができますし、それだけじゃなく、いろいろな仕事を人にお願いできたり、お金がかかる企画もできるようになりますよね。自分だけで完結せずに、新たな仕事を生み出せるわけですから、それって僕だけじゃなく、周りの人もハッピーにできるじゃないですか。例えばこの LINE スタンプ、アイディア出しとラフまでは僕が書いたんですが、最終的な清書の部分は、かよこさんというイラストレーターさんにご依頼したんですね。いやもうおかげで素敵な仕上がりになりました。かよこさんありがとうございます。このように僕だけで完結せずに、他の人も巻き込むことで、関わった人の当然収入にもなりますし、その方にとって宣伝効果もあると思ったからです。その間ね、僕は YouTube の更新も止めずにできますから、お互いにとってウィンウィンということになり、この企画は実現しました。こういった依頼だって僕が稼げていなければできない企画です。しかもですね、お金を稼いだら稼いだ分だけ、当然税金をめちゃくちゃ払うわけなんですけど、その税金によって医療や福祉、教育や公共事業が運営されているわけじゃないですか。稼げば稼ぐ分だけみんなに貢献できるわけでしょ。それのどこがいけないの？いやいや、むしろ超いいことしてるじゃんって僕は思うんですね。だから僕はですね、別にそういう発信をやめようとは全然思ってません。そういう発信が僕も含めてですけど、クリエイターにとっていい影響を及ぼしていくはずだと僕は信じているからです。その結果受けてしまう批判や離れていってしまう人たちがいるのは、ちょっとは寂しい部分がないわけじゃないんですけど、でも仕方ないことだと僕は割り切っています。立場が違ってしまったら考え方も共感できなくなってしまうはずだ。それはもうそういうものだと思って、僕自身は歩みを止めちゃいけないと思っていますし、あまねさんもこのまま歩み続けていくのであれば、どこかでそういう覚悟を持たなければいけない時が必ずやってくると思います。新しい出会いがあるから。ここまで聞いてね、あまねさんはもしかしたら暗い気持ちになってしまったかもしれません。そうなんだ。仲のいい友達ができたとしても、その人たちとはいずれさよならしなきゃいけないんだ。やっぱなんか寂しいな。はい。おそらくね、ほとんどの場合がそうかもしれませんね。でもね、別に寂しいことばかりではありません。それはなぜかというと、新しい階層に進んでいくことで、離れていく人ばかりではないからですね。というかむしろ、離れていく人たちは確実にいるんだけど、でも新
新たな階層に行くことで出会える人たちというのも確実にいて、で、そういう人たちと話したり、刺激をもらったり、逆に与えたりすることの方が、今の僕にとっては圧倒的に楽しいからです。例えば僕は少し前に NFT アートに挑戦していくという発表をして、実際に作品を出しているわけなんですが、そこでね、意外な人に話しかけられたんです。イラストレーターのムシマロさんです。ご存知の方も多いかもしれませんが、彼は年齢的には僕の1個上なんですが、僕と違ってかなり経歴が華々しい方でですね、ソーシャルゲーム、進撃のバハムートのイラストで一世を風靡して以来、ずーっとソーシャルゲームの最前線をひたすら走り続けてきて、で、数年前にはついにご自身の会社、株式会社ミミマルテを立ち上げて、絵描きでありながらゲーム開発にも取り組んでいるっていう、もうね、ちょっと規模が違いすぎて、やべえなこの人ってずーっと仰ぎ見ていた存在なんですけど、この前ね、そんなムシマロさんに突然話しかけられたんですよ。直樹くんすごいね。YouTube もそうだけど、NFT もチャレンジしまくってるじゃん。僕も直樹くんに負けてらんないって思ってさ、つい参戦しちゃったよ。一緒に頑張ろう。いやもうね、ちょっとこの人、僕の1個上だから39歳。もうね、アラフォーなんですけど、そんな年なんてもう全然感じさせないぐらい、超爽やかイケメンなんですよね。ほんとね、ずるい。そんなね、キラキラ輝いているムシマロさんに突然話しかけてもらって、僕はちょっとびっくりすると同時に、でも、すごく嬉しかったんですね。今までは多分階層が違いすぎて、彼と交わることって全然なかったんだけど、ようやくね、ムシマロさんに、直樹くん、やっとここまで来たか。遅かったじゃん。よく来たね。ガシってね、声をかけてもらえる階層までは上がってこれたのかなっていう風に、その時思ったんですね。とはいえね、僕は彼と比べたらまだまだなのでね、もっともっと頑張んなきゃいけないんですけどね。頑張ろう。頑張ります。あまねさんもですね、今はきっと今までいた階層から知らず知らずのうちに自分だけ上の階層に上がってしまって、そして知らず知らずのうちに友達とは価値観や環境が変わってしまった。そして友達から距離を取られてしまい、今は寂しい思いをしてしまっているかもしれませんが、でもそれは決して悪いことではありません。むしろ表現者として通るべき道だと僕は思います。その後ろ髪引かれる思いを断ち切って、ぐんぐん次の一歩を踏み出していけば、その先にはあまねさんにとってもっともっと素敵な出会いが待っているはずだと僕は思います。それにね、これは当然ですけど、自分だけが成長しているわけじゃありませんから、昔の友達が実は自分よりも先に行っていて、あるところで自分がその人に追いついて、あまねちゃん遅かったねって声をかけられることだってあるかもしれませんよね。ぜひ歩みを止めず、のびのびとあまねさんの道を突き進んでいってほしいなと思いました。諦めないで応援しています。以上が今日僕が伝えたかったことです。いかがだったでしょうか？また今回紹介した内容はあくまでもそこまで悪意のない批判についての内容でしたが、世の中にはね、悪意のある批判というのも残念ながらたくさんありますし、表現を続けているとどうしてもそういった悪意のある批判にさらされてしまうこともあると思います。そんな時にはこちらの動画。あいつ調子乗ってるよねとクリエイターが言われた時の対処法がおすすめです。興味があればこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。大切な情報を忘れずにお届けするためにベル通知音の設定もぜひぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか？新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。